どうも KT です。老舗や名店を食べ尽くす KT イーツが今回は東京を代表する B 級グルメロメスパをご案内したいと思います。東京で働くサラリーマンたちを虜にする、一度食べたら忘れられないどこか懐かしい味わいのそんなロメスパをたっぷりとお楽しみください。こちらは大手町、高層ビルが立ち並ぶオフィス街ですが、この街だからこそ生まれた東京を象徴するような B 級グルメロメスパ。昭和30年代、この街で働くサラリーマンたちのために安くて無添加の少しでも体にいいものをと始められたのがこちらのオーナーの先代。店内はカウンターのみの10席ほど、ランチの時間帯は2回も使えるようです。メニューはスパゲティだけで10種類、その他にチキンライスやカレーライスなどもあります。服装はほとんどがお一人でいらしてるビジネスマン。女性用に麺少なめもできますが、やっぱりロメスパは圧倒的に男性客が多いですね。なんだろうね。コールスローはなんと100円。千切りキャベツの中にざく切りのキャベツも入っているので食感が良く、酸味がマイルドで美味しいです。美味しい。麺を茹でてから一晩寝かせる茹で置きのロメスパは焼き方にこだわりのあるお店が多いように思います。ボーノボーノさんでは打ち出しのフライパンを熱し、高火力で麺を一気に焼き上げます。はい、いただきます。まずはナポリタンが来ました。こちらには煮卵をトッピングしました。大皿に山盛りですが、こちらで並盛りです。麺は並で 300g、 大盛りで 450g、 特盛りで 600g とかなりボリュームがあります。濃厚もっちり、もっちもち。昔ながらの甘いケチャップソースがたまりません。喫茶店のナポリタンとも違うんですよね。具はベーコン、玉ねぎ、エリンギに小松菜、コールスローが添えられています。初めてロメスパを食べた時は衝撃でした。このもちもち感がなんとも癖になる美味しさ。この極太のパスタを山盛り食べられる快感は、ラーメンでいうところの二郎であり、立ち食いそばのようなファストフードでもあるこのロメスパ。こんな食感の麺は他にはないし、これを知ってしまうとこれでしか満たされない時があります。揚げたて熱々の唐揚げ、衣はカリカリ、中はジューシー。一品料理は他にもベーコンエッグ、醤油漬けチーズなどもあります。うまっ。カリカリなの。カリカリジューシー。そうです。こちらの店舗は高架下にあります。高架下でロメスパというのがなんともエモーショナルでいいんですよね。続いてこちらはソース焼きスパ。こちらもこれで並盛りです。具は豚肉とキャベツ、エリンギ、玉ねぎが入っています。もちもちの麺とマヨネーズのジャンクな感じもまたたまりません。続いてこちらがジャポネスタ。この煮卵が濃い味で美味しいのでこちらにもお願いしました。トッピングは席から現金での購入も可能です。ジャポネスタには大ぶりの豚肉、玉ねぎ、小松菜、エリンギが入っています。この和風の醤油味もたまりませんね。こちらは別の日にいただいたボーノ。バジル香る和風スパゲティです。具材はエビと豚肉、小松菜、玉ねぎ、エリンギ、トマト。こちらは特盛り 600g で食べ応え十分、ずっしりと重量があります。うますぎる。結局のところどんな味でもこの麺が美味しいんですよね。何度か家でも茹で置きを炒めてみましたが、ここまでもちもちの食感にはならないので、説をお聞きしたところこちらの 2.2mm 極太麺は普通茹で時間16から17分程度かかりますが、ここでは5分しか茹でていないそうです。これだと芯が残りそうですが、茹でた後にまた秘密があるようでした。こちら
らはスパゲティではありませんが、裏メニューのオムライスも注文してみました。券売機でチキンライスと煮卵の食券を買ってオムライスでお願いするとこちらがいただけます。具材は鶏肉、玉ねぎ、ピーマンで、こちらにも付け合わせのコールスローがついています。チキンがゴロゴロです。甘さは控えめで、しっかり焼かれたチキンライスが香ばしくて美味しいですね。トロトロの卵がたまりません。次は東京の下町浅草。ビジネス街とはだいぶ異なる雰囲気ですが、江戸情緒あふれるこの浅草にも有名なロメスパの名店があります。メニューはスパゲティ5種類とサラダ、それにフライドポテトやナゲットなどのサイドメニューとトッピングの種類が豊富にあります。浅草でバーも経営しているカルボさんはお酒の種類も豊富にあります。卓上にはタバスコ、胡椒、チーズパン粉と山椒がありました。窓の大きな明るい店内は1人用カウンターが6席、2人掛け1席、4人掛けが2席。カルボさんもやっぱり男性客が多いですね。キャベツ、水菜、人参、コーンとフライドオニオンのカルボサラダ200円とお安いのでミニサラダを想像していましたが、小皿に山盛りでかなりのボリューム。この火力はすごいですよね。中華料理店かと思ってしまうような高火力で麺を焼き上げています。極太麺に焼き目が結構ついてますね。10年という話をずっとしてるんですけれども、10年バカ食いした後それはどうやって解消するんですか？結構焦げ目ついてるね。ところどころこんがりと焼き目がついたこの部分が香ばしくて食感も最高です。カルボさんといえばこちらチーズパン粉ですよね。でもなんかどのたくさんやってそれもやったらまたパン粉チーズうまい。合う。炭水化物かけてるけどうまい。合う。カルボナーラ食べた後最後パンでさやる作って食べるじゃん。あんな感じ。もうあの感じをしょっぱなからいただけるって感じ。嘘。うまっ。ありがとうございます。こちらはナポリの大盛り。トッピングはお得な全部のせをお願いしました。大盛りは大迫力の 600g。 少し食べてしまいましたが、中盛りと比べてみるとこんな感じ。カルボさんは焼き方を注文できたのが嬉しかったですね。ナポリは6焼きでお願いしました。こちらは普通の焼き加減。普通でもこんがり焼き目がついています。うまい。甘い。ケチャップ甘いタイプ。麺の焼きがすごい。こんがり焼けている部分が香ばしくて食感も最高です。甘めのケチャップがたまりません。これ俺にとってはもう懐かしい味。
まさに焼きスパ。私が学生の頃、故郷の福岡でも焼きスパが流行ったんですよね。福岡では大体鉄板のお皿で麺が焦げた部分が好きでした。こちらは豚盛りという玉ねぎと豚のひき肉、これだけは和風の味付けなのでガラッと味変になっていいですね。美味しい、柔らかくて。そしてこちらは巨大なベーコン、全部のせのベーコンはこれでハーフだそうですが、ハーフでも十分な迫力、しっかり焼き目が入っていて美味しそうですね。あ、美味しい。うまっ。こちらにもチーズパン粉をかけます。もう美味しいのは分かっているのでたっぷりとかけてしまいましょう。こういうテラスコップ入っててそしてこちらが巨大なフランクフルト、ずっしりと重量があります。フランクフルトが350円で、豚盛りも350円、味玉が150円、焼きマヨ50円、ハーフベーコンが175円だとしたら、全部のせは相当お得ということになりますね。うわ、羽深いよ。うわ、結構スパイスが出て肉肉しい。続いてはこちら、サラリーマンの街新橋、東京のサラリーマンが行くところにロメスパあり。創業はなんと明治18年、懐かしい昔ながらのオムライスを求めて連日長蛇の列を作る人気店ですが、ロメスパの隠れた名店でもあります。行列に並んで壁に貼られたメニューを眺めていると、ほどなく注文を聞かれます。開店は恐ろしく早いので、このぐらいの行列でも待ち時間は15分から20分程度。ちなみにただいまの時間は午後2時20分で、普通ならランチも落ち着いてくる頃ですが、行列はますます増えています。座席はカウンターのみ7席で、2人組でもバラバラに座ることになる場合があります。かなりの量の生姜が使われていると思われる生姜スパゲティ。具はベーコン、ピーマン、玉ねぎとシンプル。和風の味付けに生姜のパンチが効いていて最高です。こちらは普通盛りですが、200円増しで大盛り、300円増しで特盛りもあります。武蔵屋さんの一番人気はオムライスなんですよね。トッピングにハンバーグをお願いしました。食事には全てお味噌汁がついています。さらにオムライスにはキャベツのサラダと付け合わせにナポリタンもついています。こちらは割とあっさりめで昔ながらの甘いケチャップ味。お箸で食べられるのがまたいいんですよね。オムライスも昔懐かしい薄い卵のタイプ、パラパラのチキンライスでオムライスも最高ですが、こちらはロメスパも美味しいので、お腹に余裕のある方は食べてみてください。スパゲティはナポリタン、ミートソース、和風、ニンニク、生姜の5種類あります。次のお店は目黒川の桜並木が有名な中目黒にあります。おしゃれなお店が多く、移り変わりの激しいこのエリアで10年以上愛され続けるロメスパの名店。ロメスパといえば大体レトロな空気感ですが、こちらはまるでカジュアルな洋品店といった雰囲気。お店が空いた瞬間に店内の感じを撮影させていただきました。明るく開放的な店内にはお一人様用の大テーブルと2人掛けのテーブルが5つ。この辺りにしては全体的に安いですよね。期間限定メニューもありますが、基本的にスパゲティはこの8種類。卓上にはタバスコ、塩コショウ、粉チーズと自家製の唐辛子オイルがありました。唐辛子オイルはニンニク入りとニンニクなしの2種類用意されていました。圧倒的男性率のロメスパ界隈でも、こちらのお店は女性お一人のお客さんもかなり見受けられます。すっかりカフェみたいにくつろいでいますが、さすがロメスパは提供が早いですね。次々に料理が運ばれてきます。この大きさで一人前です。思わずシェアしたくなるほどしっかりとボリュームがあります。こちらがキャベツと人参、玉ねぎのマリネ風サラダ。すごい美味しそう。食感最高。スープサラダセットはサラダが3種類から選べます。
こちらはセットのオニオンスープ。こちらもオニオンたっぷり。サラダとスープでかなりの野菜が取れるのが嬉しいですね。ああ、濃厚コゼ、濃厚オニオン。バジリコでも塩と醤油があって、こっちは醤油です。うわ、うまっ。そう。これがもっちもちだ。麺うまっ。すごい。これ生麺違う？生麺全然違う。麺は自家製。原材料は粗挽きのグラムセモリナ粉に水と塩だけ。常に練りたて、茹でたて、炒めたてを提供しています。具材はベーコン、エビ、玉ねぎ、トマト、マッシュルーム、ピーマン、大葉、バジリコ。味付けは上品なガーリック醤油。大葉がたっぷりとかかっていて、あっさりした味付けも最高です。この麺がうまい。しっとりしなやかで、このもちもち感がたまりません。ナポリタンのラーブ。はい。人気ナンバーワンのナポリタンが来ました。こちらはダブルサイズで注文しました。基本的にどれも 300g で880円、 400g だとプラス200円、 600g はプラス400円と、とても分かりやすい価格設定ですが、券売機ではなく席で注文できるのが嬉しいところ。やっぱり注文の時に少しメニューの質問できたりすると助かりますよね。ちょっと甘めの甘めのケチャップ。いいね。甘めのナポリタンが最高ね。でこの麺がこのもちもちでしょ。具材はソーセージ、ピーマンと玉ねぎ、マッシュルーム。どのお店も共通していて、ナポリタンは他のスパゲティと比べてもちもち感が増しているような気がします。きめが細かいね。こちらのチーズもミルク感があって美味しかったんですよ。このチーズすごく美味しいよ。続いて虎ノ門ヒルズなどで知られるオフィス街虎ノ門、老舗のイタリアンです。創業は昭和42年。ハングリータイガーという店名は虎ノ門という場所と、創業者である先代が寅年生まれでよく食べる健啖家だったことに由来するらしいです。ランチのメニューはスパゲティとリゾットのみ。麺の量が普通から大盛りまであります。店内はサラメシのイメージとはかけ離れたアンティーク調のいい雰囲気。カウンター、テーブル席合わせて40席ほどあります。ランチはお一人様のビジネスマンがやはり多いようですが、女性客も多く見受けられます。ペペ玉だ。本当だ。ペペ玉じゃん。麺は太い。ハングリータイガー名物、人気ナンバーワンのダニエル。具はベーコン、玉ねぎ、マッシュルーム、ニンニクの香りがいいですね。極太の麺にトロトロの卵がたっぷり絡んでいます。おいしい。思った以上にニンニクが効いてて、でもペペ玉。似てる。ペペ玉ものすごく似てる。福岡県民以外には伝わりづらいことばかり連呼して申し訳ありません。福岡で絶大なる人気を誇るペペ玉というスパゲティも非常に中毒性の高いスパゲティで、もし東京でペペ玉が恋しくなった福岡の方はぜひダニエルを食べてみてほしいです。もちろん麺は違います。こちらは茹で置きの極太麺ですが、ツルツルと喉越しのいい麺なんですよね。他のロメスパと比べると、こちらはまるで茹でたてのようなもちっとした弾力と食感、どこか懐かしさを覚えるトロトロの卵がたまりません。このトロトロ卵の美味しさ異常だね。こちらも人気のスパゲティ。こっちは、
イタリアンの名店キャンティさんの流れを組むこちらのお店ではバジルではなく青じそとアサリのボンゴレ&バジリコ。バジルの香りもだけど美味しい。爽やかな青じその香りと麺のうまさが際立つ一品。一般的にバジリコスパゲティといえばバジルですが、私はこちらの方が好きですね。ロメスパは日本で魔改造されたスパゲティですから、これが究極の和風スパゲティではないでしょうか。中盛りと大盛りの大きさはこのぐらい。グラムは茹でる前です。茹でると2倍以上の重量になりますのでご注意ください。今回はランチをいただきましたが、夜はパスタだけじゃなくピザやビステッカなどのメイン料理、ビールやワイン、カクテルなどもあり、夜も楽しそうです。意外がわからない。ちゃんとした決まったものがなくて。これ誰もが気になりますよね。残念ながら由来は不明でしたが、由来なんてどうでもよくなるぐらい美味しいことは間違いありません。それでは皆さん、今回の KT イートはいかがだったでしょうか。日本にアルデンテなんてまだなかった頃のスパゲティはこんなにもがっつり食べ応えのある極太麺だったんですね。美味しそうだなと思ってくれたら、ぜひグッドボタンを。おいおい、ロメスパであの店行かないのはおかしいだろうというロメスパ愛あふれる方は察してください。察した上でぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。